もうほんとみんなありがとう。ラブ。こんにちは、メルです。今年もどうぞよろしくお願いします。新年これをするぞと目標を立てる人は多いかと思いますが、私はこれをしないぞというしないことリストを作って目標達成に向けてより時間を割いていく、そんな一年にしたいと思っています。2026年が視聴者の皆さんにとってより充実した一年になることを願いながら、この動画が何かヒントになったら嬉しいです。では始めていきます。まず2026年に達成したいことを簡単にお話ししたいと思うんですけれども、ちょっと私2027年にどうしても達成したいことがありまして、でそのために2026年はその準備をしていくっていう1年にしようと思っているんですね。で、具体的にお話ししますと、ちょっと働き方をちょっと変える予定なんですね。働く時間が増える見込みです。でそうなるとよりね忙しくなるので、時間の使い方、どこを削ってどこに注力していくかっていうのがよりね大事になってくるので、そのためのしないことリストを考えましたので、これからお話ししていこうと思います。一つ目、100点の日常動作や家事で、自分自身ね結構完璧主義なところがありまして、無駄にこだわっちゃったりして、例えば服や下着などの衣類を畳む際、やり出すと綺麗に畳まないと気が済まないなどです。でそんなに丁寧にやる必要あるのかなってね、どうせまたすぐ着るんだし畳まなくてもいいのではなんてね思いつつも、習慣になってやってしまうんですよね。自分のこだわりを満たすだけの日常動作や家事は、はしょれるものはとことんはしょっていこうということで、特に重要でない日常動作や家事は30点で良しとすることに。例えば確認は1回だけにする。もう本当にね心配性で何度も確認しちゃう癖があるんですけれども、もう本当にねやめる癖をつけていきたいですね。あれ消したっけ？消えてる。 OK。 掃除は完璧を求めすぎず、おおむね綺麗になれば OK。 ざっくり収納、自己満の美しい収納は目指さない。ざっくりでも問題ないよう持ち物を日頃から厳選する、などなど、こんな感じです。丁寧にやること自体は全然いいことだと思うんですけれども、省いても問題ないものや適当でいいものは頑張らなくていいかなと。実際に少し前からパジャマをね畳まなくなったんですけれども、そしたらそれだけで朝の支度が早く終わるようになりまして、5分でも縮まればその分作業を進めたりインプットしたりもできるので、早速効果を実感しています。こういった小さな日常動作や家事を簡略したりやめたりして、30分でも時間を捻出し、より取り組みたいことに労力を注いでいこうと思います。また今年はロボット掃除機の導入も現在検討しているところです。2つ目、目的のないスマホ閲覧。日頃本当にスマホに時間を奪われているなって思う今日この頃です。スマホってなぜか目的の処理をするまでの時間が長くなってしまうんですよね。通知がね気になってついね他のアプリを開いちゃって、あれもともと私何を目的にスマホ開いたんだっけって、もともとのね目的さえ忘れてしまうなんてことも本当にしばしばあります。人間ダラダラし始めると、ダラダラ時間を断ち切るのって結構大変ですよね。そこで以前から取り組んでいるパソコンをとにかく活用していくスタイルを徹底。調べ物や作業はスマホではしない。PC でやる。スマホは LINE での連絡や撮影など
スマホでしか使えないアプリを使用するときのみ使用。スマホを近くに置かない。物理的に離れるのも効果的です。で、実際に10月頃からスマホ時間の削減にすごく努めていまして、スマホを以前よりも見なくなってから、ダラダラ時間が減ったのはもちろん、一番すごいなって感じているのは、メンタルがすごく安定することです。なんでしょうね。メンタルの不調ってもう全部スマホから来るのではって思うくらい、ぐるぐる悩んだり、うじうじしなくなりました。今年は何としてでも達成したい目標があるので、もうね、スマホなんか相手にしている時間はありません。より一層スマホを触るのをやめることを徹底し、時間も自分のメンタルも削らないようにしていきたいと思います。3つ目、曖昧な予定や約束。で、昨年までは全然先々の予定とか立てなくて、もう今日と明日のことぐらいしか考えずに生活していたんですね。でもそれだと、じゃあ明日 YouTube の撮影するってなった時に天気が良くないから撮影ができないとか、もう段取りがね悪すぎて予定していた撮影素材が取り切れないなんていうことがもうしょっちゅうありました。で、今年はもうそんなことをしていたら YouTube の投稿全然できなくなってしまうし、自分のねしたいこともできなくなってしまうので、とにかく逆算をして予定を立てていくっていうのを徹底します。一日一日の予定を曖昧にしない。気乗りしない約束もしない。断る。とにかく自分の予定やスケジュールにこだわる一年にしたいと思います。で、実際に12月からすごくタスクやスケジュールを管理するようにしていまして、で、そうするようになったらタスクの消化が早くなりまして、充実感も自己肯定感もマシマシに。で、私12月にね、ちょっとコロナになってしまったんですけれども、でもその時も本当に前々からスケジュールを組んでいろんなことをやっていたので、パニックにならずにね、余裕を持って対処できました。そうは言ってもね、まだまだ予定通りにいかないことも多々ありますので、そこはね、やりながらどんどん修正していって、精度を上げていけたらいいなと思っています。4つ目、15分以上悩む。考え事や仕事のタスク、15分以上悩み出すと、気づいたら1時間も2時間もそればっかりになってしまうことが、15分で解決しないことは何時間かけても解決しない。もうね、少し時間を置くだけで後日あっという間に解決するなんていうことも本当にしばしばあります。15分考えても手が止まるような時は後回しにして違うタスクに取り掛かる。時計をこまめにチェックして時間を浪費していないか意識する。もうね、時間をかければ解決するなんていうことは幻想だっていうことをね、常に頭にちらつかせながら作業したいと思います。でですね、最近その本業の方の仕事もすっごく時間を意識するようになりまして、でそしたらこの間社員さんに「あれ、なんか仕事早くなりましたか？」みたいな言っていただいて、もうめっちゃよっしゃってなったんですけれども、以前はあんまり時間とかすっごい時計とか意識してなくて、だからもうのんびりやっちゃってたんですけれども、でもやっぱりその時間ベースにしてやるようになったら、すっごい仕事がサクサク進むようになって、でやっぱりサクサクできると早く終わるし、気持ちがいいし、次の準備までできるので、もうね、本当にいいこと尽くしだなっていうのを実感しています。15分取り組んで手が止まる、行き詰まるときは一旦ストップして違うタスクに取り組む。必要以上に時間や労力を浪費せずに済むように意識していきたいと思います。5つ目、全部自分一人で頑張ろうとする。何でもかんでも自分一人で頑張らないと。もうね、この考え方って本当に時に自分の身を滅ぼすことにつながるっていうのをね、身をもって知っているのもありまして、
改めてしないことリストとして言語化して、常に自分自身に問いかけながら生活したいなと思っています。もちろん何でもかんでも人にやってもらったらいいっていうことを言いたいのではなくて、まずは自分でやってみて、それでダメなら人を頼るのでいいかなっていうことです。例えば夕食の支度など疲労困憊時は家族にお願いしたり、スーパーのお惣菜や外食などに頼ったりするので良いっていうことです。考え事や悩みも一人でぐるぐると考えて悩み散らかすようであれば、まずは AI に相談して、 YouTube のネタが思い浮かびません。それでもね、ってなることありますよ、人間。そういう時こそ家族とか友達とか知り合いとか、本当に必要な時は専門家とかに相談して、一緒にね、解決策とか突破口を考えるっていうのがやっぱいいのかなって思うようになりましたね。なんか結局自分一人で抱え込んでてもやっぱ解決しないことの方が多いので、それにその方がやっぱ気持ち的にも楽ですし、やっぱなんだかんだ経験上その方がうまくいくことが多いんですよね。やっぱね、人は一人では生きていけませんよ。もうほんとみんなありがとう、ラブ。仕事も同じく必要以上に残業しない。私の場合は私でないとできない業務ではないので、極力終わるように最大限努力しますが、時間内に終わらない業務は他の方にお願いするようにしています。残業は自分にとっても会社にとってもデメリットしかないので、残業を依頼された時以外は絶対に残業しないのが今年の目標です。とは言ってもね、これまで一人で抱え込むことが多かった私ですので、そんな完璧にはいかないだろうなっていうのはもう思ってます。それでもやっぱり人との協力を得ながら人と良い関係を築いていくっていうことはすっごく大事なことだと思うので、いろいろと模索していけたらなと思っています。6つ目、できない理由探し。私自身、しょっちゅう弱気になるザ人間なのですが、経験上弱気になってもあまりいいことはありません。陸上をやっていた頃は負けると思ったら本当に負けてしまうことばかりで、いかに自分ならできると自信を持ってスタートラインに立てるかが大事だということを学びました。要はね、目標に対してどれだけ本気になれるかだなと思っています。で、2026年に達成したいと思っていることは、これまでのね、自分からすれば結構ハードルが高いことなんですけれども、それでもその目標を立てたのは、その目標を達成できたらすごく自分自身ワクワクするということと、これまで本当にいろんなことを乗り越えた自分ならきっとできると思ったからです。で、そうとなればできない理由探しなんてしてる場合じゃないんですよね。もしうまくいかないことに直面したら、自分は能力が低いんだとかって自分を自己否定するんじゃなくて、どうやったらできるようになるかを考える癖をつけるようにします。そしてとにかく少しでも行動してやってみる。それでもダメならまた考えて人に相談してまた挑戦して、なんとかできる形に少しでも持っていく。その積み重ねができればきっと目標に近づけれるのではないかと考えています。もうなんかね、勢いよく話していますけども、きつい状況になればね、もうね、全然弱気になりますよ、私。ですのでね、弱気になったら、もうこの動画何回もね、見返して自分自身喝を入れていきたいと思います。で、私自身、心が折れても諦めないで続けるがモットーでして、で、自分自身のね、強みもしぶとさだと思っています。ですのでね、もう今年はね、この私の強みがね、本当に試される一年だなと感じています。私の YouTube チャンネルの動画が更新されるたびに、あ、メルさん奮闘してんだなって思っていただけたらね、とても嬉しいです。2025年は長年悩んでいた体調不良が解消し、
働く時間を増やすことで収入アップができたりと、私にとってとても大きな一年でした。2026年がどんな年になるかわかりませんが、1年後にまた成長している自分でありたいなと思っています。視聴者の皆様にとっても2026年が素敵な1年になりますことを願って、この動画を作らせていただきました。ぜひ視聴者の皆さんのしないことリストがあればコメント欄で教えてください。動画が良ければぜひ高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。コメントをお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。